これですね。サボックスさんと G フォースこれ 13.5。 13.5 ですね。でアンパンなんかセットになってたやつですね。このなんかコンボセットみたいなやつのもう本付けです。これも何もちょっとずつ回したいんだよなっていうところのがしっかりこうなんかつながってる気がします。指とここですね。そうですね。ブレーキもしっかり今これブレーキをこうかけながらこう旋回、そこからの立ち上がり、旋回からの乗せ替えてきました。エンジンを乗せ戻しました。それでは今、D ライクが開発中の 4AG なるモーターをちょっとインプレッションしていきます。こんにちは。今日ですね、撮影しているのは LP86 のシャーシ、これになります。これに今モーターを 13.5 のモーターをつけて、走らせてるんですけど、昨日雨の中実は雨走行も行っててですね、今ちょっと初めてのこの外でのドライの状況で走らせてもらってて、すごくパワーがありすぎるかなっていうところが今ありますね。まだちょっと危なっかしい走りもあるんですけど、ちょっとお付き合いください。ちょっとこれ屋内サーキット用ということで、言われたんですけど、もうガツガツ今外走ってますね。ちょっと多分スパーギアのところが出てるんで、そこだけを引っ掛けんように走ればいいのかなと思ってるんですけど、この後ちょっと 17.5 の、ブラシレスのモーターも試しこうと思うので、ちょっとその違いを見てもらおうかなと思います。見てる人にはですね。かなり走りますね。昨日と全然違いますね。走りがですか？車が車何かしてきたでしょ。そうですね。インチキしてきたでしょ。スポ0.1 グラム満たないものをつけてます。そうですか。いや、そんな違いじゃないように見えますけど。そうですか。本当スポンジをですね、フロントとリアに挟んでますね。昨日の方がミューが低かったんで、今日の方がロールが多いだろうと、考えまして、後ろと前を固めてきたような感じですね。動きもすごいしっとりになってますよね。そうですね。パンチングとかも全然出てないですね。昨日ブラシレスじゃなくてブラシモーターだったんで。今日ブラシモーターですか？ブラシレス？今日はブラシレスですね。なるほど。メカが違うわけですね。メカが違います。バック入らないわけですね。バックは入りません。結構面白いですね。でもちょっと昨日との変更点を教えてください。もうサーボも違うし、ジャイロだけ一緒ですね。サーボと危ない。サーボとアンプとモーターとプロポ全部違う。全部良くないですね。はい。やっぱりでもちょっと好き。
スケールスピード的にはですねやっぱ昨日の方がもちろん良かったんですけど、でもやっぱなんですかね、操作性、実際86だからといってかなりハンドルが普通の車より遅れてくるっていうこともないと思うんで、そこら辺はちょっと実写感に近づけるために人間の性能を上げたような感じですよね。そう実写でいうとそうですちょっと筋トレしてきたと。筋トレして若返ってきた感じですね。なるほど。で今この86を86っぽく走らせるようなにはどのように走ったらいいかを自分で今探ってるんですけど、なるほど。なんかこのアンダーで立ち上がった後にフロントが外に持っていかれようとするんで、ここら辺ですね、こっち側になんかなんだろう、まだ自分の中でそこが分かってないんですよね。だけですね、これグリップで走る分には何も問題はないんですけど、例えば次ちょっと最終コーナー立ち上がりを行ってみますけど、ちょっとここアンダーこう加速してきた時に今のは良かったですね。ちょっと上手くなったかもしれないですね。さっきより上手くなってるのかな。あれ失敗はせんといかん。あれアンダーで立ち上がった時にここからこう来た時になんかあれさっきより良くなってますね。まあ結局ハイブリッドの時とは違うと言いたいのはそれだけです。これを今いろんな86のドリフト動画を見てますので、それをどういうふうに走ってるんだろうと思いながらですね。そうですね、ハイブリッドだと足を感じないといけないですよね。足を、はい。ただこれの場合は、足というよりも振り回し遠心力とタイヤの摩擦係数とのバランスですよね。本当に回してる感じですね。今この横に行く遠心力の強さに対してタイヤが前に押す力での斜めにタイヤを持っていくアクセルコントロールですね。向きを変えて加速をしていく。ここで失敗っていう感じですね。でこの後ちょっとモーターを変えますので、昨日と変えてきたところを教えてもらっていいですか。昨日までが本当素組みに、そうですとりあえずあったブラシそうですモーター一番低コストで作れる仕様で作られてたんです、はいですこれですね。サボックスさんと G フォース、これは 13.5 13.5 ですね。でアンプはなんかセットになってたやつですね。このなんかコンボセットみたいなやつのもうポン付けです。これも何もなんかいじってません。アンプはでジャイロがここにあるんですね。これですね。これは昨日はこっちにありました、ね、ここにありました。でもなんか配線のが触れると結局ロールに関係するんで、これが一番ロールに何も干渉しない組み方だったのでこれにしました。もうサーボの配線とバッテリーの配線だけが本体につながっている状態になっているということですね。そうです。もう上からもうこのボディマウントにも当たらない状態にして、だけど昨日はなんか右と左のロール感が違ったんですよ。確かに、今日はいいのかな、しっくりしてますね。とスポンジをどうのこのって言われてましたね。ここですね。それ昨日のやつに1個足してますね。多分足してる高さを昨日のだとですね、こうロールした時に多分そこの前に当たってなかったんですよね。だけどちゃんと当たるぐらいのところで効果があるところと、説明書にないここにつけましたね。説明書というか素組みだとここにスポンジがもちろん入ってると思うんですけど、自分はここにスポンジを少し足して、ここですね、前のところ T バーの一番前のところ、
ここですね。あそこでちょっと調整をしてるわけですね。したら硬くなったんですよね。で少し硬いです。これはもう触ってみないと分かんないですけど、それはバッテリーの重さだったりとかでも。そうですと、あとボディの重さもですよね。そうです。ボディの高さ、重さ、形状なんで、結局ここが振られるんで。じゃあ昨日から変わったのってそのくらい。それだけです。それだけです。なるほど。タイヤの色がブロンズになったぐらいです。あとはなるほどです、ね。何も気になってないと思う。全然いい感じですね。いい感じですね。だけどあとはそのパワー的なものがイメージにどう合うかですよね。そうです。もうできるだけ落としてやって。ジャイロはそこに置くとあんまり効かなくなるんですかね。いやでも結局角度の変わり方は一緒だと思うんで、ここに置こうが、例えばここに置こうが、このシャーシ自体は横にねじれてないので、横というかこう角度は変わらない。でもこれなんで。でもそうか。そうこうなるとこうなるのは違うから効かなくなるんですね。効かなくなってますね。一番効くのは例えば回転軸だからこれが一番効くわけですよね。ここに置いとったらこう回るときですね。そうなれば一番効きますね。はい。どこを回すか、この辺車の中心運転席ならやっぱここにつけなるのかな、とも思いますけど、ちょっと今回の組み方はできるだけ干渉しない、組み方にして、ごちゃごちゃですけど、でもボディには当たってませんので。ジャイロはでもこっちに持ってきてもこの配線がジャイロの配線が受信機になるのか、サーボに行くのかの違いだけですよね。そうですね。サーボ、そうです。でも受信機を返していくと思うんですよね。でも受信機とサーボの間に入るから、間に入って、でサーボはジャイロにつながりますよね。でこれがサーボの配線が長すぎたんですよ。だけんこれでいけたんですよ。これがかなり長いんで。なるほどですね。逆にジャイロだと足りんくなるんですよね。だけん受信機をこの辺に持ってこなくなったりとか。ってなるとなんか延長コード的なのがあればいいんですけど、その辺はいろいろやってみればいいですよね。そうですね。そんな感じです。とりあえずそうです。プロコン変わってますよね。これです。あれ 10PX じゃないですね。10PX です。そこはできるだけ今日自分が10PX なんて買えんじゃないですか。これ多分そこまでしないと思うんですよ。1万後半ぐらいで買えると思うんですよ。でそんなに分からないと思います。その差が10PX とこの3チャンネルは使えるんですか。使います。でその数字はこれでいじれます。細かくいじれます。ジャイロもできるんで。ジャイロもできるわけですね。これエンドポイントも調整できる。できます。でこれで私が一番最初に買ったやつなんで、でもこれ結構普通に走るんで、これだったらそこまでお求めやすいですよっていうところも含めてで実際これ 10PX だけんだろうとか思われるといかんので、そんなんですかね。でも結構全然素晴らしいと思います。素晴らしいです。これだったらまだ良かったかもしれないですね。よかったです。この間のラジペンでは。いやでも遠足に行くのにみんな私服だったのに自分だけ体操着だったみたいな感じで。そうですか。そんな感じですかね。本当そうですね。なんかみんなもう一発目からフルチューニングされたですね。86で凝らしたけんですね。でもかっこいいですよ。かっこいいですよね。男らしくてかっこいい。かっこいいですよね。関係ないと。絶対体操服で来るやつあと一人は OK です。吉田さんも体操服ですよね、まだ。いや俺はどうでしょうね。どうですね。遠足自体行かないかもしれないそうですね。違うところに遊びに行ってます。遠足は行きたいんですよね今。でも私服になりましただいぶ。こんな感じですね。十分です。この組み合わせで始められる人いいんじゃないでしょうか。全然走れます。こうやってボディナイトかっこ悪いですけどね。ボディナイトですね。マジかこれと思います。こんなんで走ってたんだっていうぐらい思います。86になりました。ちょっとモーター変えてみましょう。乗せ替えてきました。エンジンを。
乗せ戻しました。それでは今、D ライクが開発中の 4AG なるモーターをちょっとインプレッションしていきます。乗っております。変えたのはモーターだけです。さっき言うとアンプもジャイロも何も変えてません。モーターだけの付け替えしました。ギア比も全く一緒です。今こうやってグリップで走る分には何も変わらないんですけど、今さっきちょっと乗ったんですけど、やっぱりちょうどいいパワー感ですね。徐々にスピード上げていきたいと思います。よしよしよし、いいですね。今普通に走っているように見えるんですけど、私の中でのアクセルワークがもうほぼ踏んでます。これ全開です。バッテリー落ちたのかなと思うぐらいやっぱローパワー感になって、フィーリングはですね、なんですかね、フィーリングを使ってる感覚が多いんで、アクセルを結局さっきは1割から5割ぐらいまでしか使ってなかったんですけど、このプロポのアクセルをやっぱ10割まで使うんで、フィーリングっていうかなんていうかな、合わせられるっていうかですね、その回しすぎとかもないし、この本来の実際の車のパワー感、これにやっぱかなり近いのかなっていうところあるんで、この LP ならやっぱこれぐらいですね。さっきのが 13.5 なんですけど、やっぱ 17.5 ぐらいの方が多いですね。まだ自分がそのモーターの仕組みとかもちろん全部わからないですけど、アクセル結構さっきから握ってるんで、そこはやっぱりタイヤが例えば1回転回るまでのとか滑り出す抑える、滑ったのを抑えるアクセル操作はこっちがもちろんしやすいですね。握りすぎっていうのもないんでですね。あと車もこうしっとり動かせる気がします。ああ、ちょっと待ってくださいね。でも今その車のパワーがなくなった分の操作を今まだなんか探ってるところなんですよね。飛ばしてぐーっとお尻を持ってきて踏んで、踏み始めはかなり唐突な感じはないですね。唐突な感じがないですね。なんだろう、なんてこのじわーっていうところ、なんか芯が軽い感じじゃなく、なんか重いものがちゃんとこう回ってる、エンジンの重い鉄の部分が回ってる感じの感じはしますね。軽いモーターが速く力強く回るっていうよりも、重いものをこう回して軽いタイヤをこのラジコンのタイヤを回してるような、だから何かに引っかかった時のこのキックバックしてくる感じが少ないのかなっていう、なんかモーターが重たいモーターがちゃんと回って軽いタイヤを動かしてるような感じですかね。だから滑らかに感じるのかなっていうのかなと思いますけどね。今なんかだから何か引っかかった時にタイヤにモーターが負けないみたいな感じ。答えは知ってらっしゃると思うんですけど、私は分からないですけど、面白いですね。
あちょっとパワーが弱くなってきました。すいません、電池切れかもしれないです。これでも揺らして、という感じの、なんかそのモーターのなんかやっぱ一回強い重たいモーターがぐーっと回り出す。だからポンとこう回転数が上がらず、タイヤがそれについてくる感じ。そんな感じです。そんな感じです。そんな感じかなと思う。自分の言葉なんですよこれ。でも多分っていう人もいるんじゃないかなと思うんです。例えばつながってるギア、これはギアでつながってると思うんですけど、例えばならどんな軽いものをこう早く強く回しても完成はないじゃないですか、軽いものって。だからタイヤになんかバッて引っかかったら回転数落ちると思うんですよね。やっぱあとこれそうか、ニュートラルブレーキの差もあったのかなって今更考えましたね。ちょっとニュートラルブレーキがしっかりこう今話したんですけど、結構コギングは弱め、さっきよりもなのかなっていう気がします。今から話したら、はい、ここまで来ますね。それはちょっと最初に確認しとけばよかったんですけど、そうですね。なのでしっかりこのここでのぐーっとアクセルの入れ始めがなんですかね、待ってくれるので、あんまりこう例えばこういうふうにケツが出たりはしにくいと思います。はい、ここでの踏ん張れるための操作、これですね。リアタイヤの感触が感じる。はい、そうです。リアタイヤのちょっとずつ回したいんだよなっていうところのがしっかりこうなんかつながってる気がします。指とここですね。そうですね。ブレーキもしっかり今これブレーキをこうかけながらこう旋回で、そこからの立ち上がり、旋回からの立ち上がり、ここもやりやすいですね。問題ないと思います。めちゃくちゃやりやすいですね。もう実際の車に見えてきてるんじゃないですか、もしかしたら。こう今 LP でやってますからね。しっかりこうダンピングはしないですけど、多分舵はしっかり前にやっぱ映ってると思いますので。